皆さん、こんにちは。ペンギンジャパニーズです。この動画では自然な日本語を聞きながら普段の日本語学習の役に立てるようにお話ししています。では、早速今日のテーマに行ってみましょう。Penguin Japanese. さて、今回のテーマはお弁当です。その中でも日本のコンビニのお弁当、お弁当屋さん、家で作るお弁当の話などを紹介したいと思います。まず、一番便利なコンビニのお弁当についてです。コンビニのお弁当の値段はだいたい500円から800円くらいです。その中でも私が特に珍しいなぁと思うのは、温かいラーメン、うどん、そばなどは麺とスープが別になって売っているところです。これはもともとは冷たいままで売られているんですけど、麺とスープの間にシートが入っていたりとか、あと別の容器にメンマとかわかめとかが入っています。温めた後にそのシートを引くと、食べる瞬間にスープと麺が混ざったり、別になっているメンマなどをラーメンに乗せて食べます。だから、売っているとき、時間が経っても麺が伸びていません。これはとっても面白い仕組みだと私は思います。でも、実は日本のお弁当は冷たい状態で食べるのが前提です。前提というのはそうなるということを先に考えておくって言ったらわかりやすいかな。なので日本のお弁当のおかずは冷めても美味しいように作られています。例えば人気の唐揚げ。これは鶏肉を揚げたものですが、これらは冷めてもお肉が硬くなりません。冷めても味がしっかりしていてとっても美味しいです。でもコンビニでお弁当を買うと温めますかと聞いてくれます。その場でレンジで温めてくれるので、いつでもあったかいお弁当がすぐ食べられます。コンビニって便利ですよね。コンビニ以外にもお弁当を買える場所があります。日本にはお弁当の専門店があります。私の家の近所にはほか弁というお店があります。これはほかほかなお弁当というところから名前が来ています。ほかほかとは日本語であったかいという意味です。湯気が出て湯気がほかほかと上がっている、そんな状態からほかほかという言葉が出てきています。ほか弁は注文してからお弁当を作り始めます。なので、温かいお弁当のお店という意味ですよね。ほか弁のいいところは作りたてで温かくて値段も安いところです。値段はだいたい500円以下で買えることもあります。働く人や学生にとっても人気があります。私も学生の頃にはよく利用していました。特にのりたる弁当が好きでした。のりたる弁当はご飯の上に海苔が敷いてあります。その上に魚のフライが乗っています。その魚にタルタルソースがついています。なので、のりたる弁当という名前です。私はね、このお弁当が本当に好きで、もう毎日のように食べていました。日本では学校や会社にお弁当を持っていく人がたくさんいます。朝、家でお弁当を作ってバッグに入れて出かけます。最近ではお弁当でいろいろなキャラクターを描いたりするキャラ弁が流行っています。アニメの主人公だったり、動物だったり、
それらを野菜や海苔とかで作るんです。インスタグラムでもキャラ弁で検索するとたくさん出てきます。本当に上手にできていて、私はそんな上手にできないんですけど、すごいな、綺麗だなと思っていつも見ています。あと、日本では一時受験生のお弁当にキットカットを入れることも流行りました。キットカット知ってますか？キットカットとは日本でも売られているチョコレートのお菓子です。この商品名、キットカットという名前が日本語のキットカツという言葉に似ていることから、受験の時のお弁当にお守りとして入れるのが流行りました。次はお弁当の中身です。まず、卵焼き。卵焼きは日本のお弁当の超定番です。卵を溶いたものをくるくるっと巻くんですけれども、その中に刻んだ小ネギを入れたり、ひじきといって海藻を入れた卵焼きなどもあります。これはね、そのお家によって本当に味が少し違ってきます。なので、家庭の味というわけですよね。次に、おにぎりです。海外ではライスボールと言います。ご飯を三角の形や丸い形に握ったものです。中には、梅干し、鮭、ツナマヨネーズ、昆布とかかな、などを入れます。このツナマヨネーズ、ツナマヨって言うんですけども、本当に美味しいです。これ私大好きなんですよね。もう皆さんにぜひ一度は食べてほしいと思っているくらいです。海苔弁にも人気があります。ご飯の上に海苔を敷いて、その上からお醤油をかけます。とってもシンプルなんですけど、美味しくて子供にも大人にもすごく人気があります。で、おかずで人気なのはハンバーグと唐揚げです。これもね、冷めても美味しいのでお弁当によく入ります。ハンバーグは柔らかくて子供が大好きなおかずですし、唐揚げは鶏肉を揚げた少しスパイシーな食べ物です。他にもブロッコリー、プチトマト、きんぴらごぼうなど野菜のおかずも一緒に入れます。皆さんのお弁当にはどんなものが入っていますか？あと、日本ではお弁当に入れるおかずの冷凍食品がたくさんあります。お弁当にすぐ入れられるように小さく分けてあります。電子レンジで温めてそのまま入れられるのでとっても楽です。そして日本では昔からよく使われているお弁当箱、わっぱというものがあります。わっぱとは杉やヒノキの木で作ったお弁当箱のことです。日本ではなんと300年以上も前から使われています。木がご飯の水分をちょうどよく吸ってくれて殺菌効果もあると言われています。だから冷めてもご飯がとっても美味しいです。見た目も自然で優しい感じがします。今でも日本人の若い女性に人気のお弁当箱です。でも私はプラスチックのお弁当箱を使っています。おかずを入れても蓋にくっつかないように蓋がドーム型になっています。これだとブロッコリーにマヨネーズをつけても蓋につきません。とっても便利です。日本には本当にいろんな形のお弁当箱がたくさんあります。カバンの中で汁がこぼれないようにとか、暑い日でも長い時間持ち歩けるようにとか、保冷剤といって冷たいものを入れられるものとか、たくさんあります。日本に来た時にはぜひお土産にこのお弁当箱を買っていくのもありかと思います。さて、今日は
日本のお弁当を紹介してみました。皆さんの国にもお弁当ってありますか？どんなものを持っていきますかね？よかったら教えてください。はい、今回はここまでです。日本は本当にお弁当の種類が多いので、日本に来たらぜひいろんなお弁当を食べてみてください。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それでは、またね。